どうも、ときまるです。今日は月に1回ぐらいやってくるコメント読み上げレディオ Q&A コーナーやっていきたいと思います。皆さんからいただいたコメントに、答えていくコーナーです。いつもコメントをいただきありがとうございます。結構ね、コメントのレベルがどんどん上がっていて、もうエクストリームな方々ばっかりですので、私の方がいつもね、コメントで勉強させてもらってるんですけど、ちょっとツッコミを入れつつ、読み上げていきたいと思います。ためになるかはわかりません。早速いきます。時丸さん、恋人に振られてしまいました。どうやったら立ち直れますか？時丸流立ち直り方を教えてほしいです。ということで、どうしようかね、これね。なかなか難しいですよね。なかなか難しい。ただね、間違いなく言えるのは、時間が解決してくれるということ。恋愛に関してだけではなくてね、他のことにも言えるとは思うんですけど、やっぱそれしかないかなと思いますね。で、僕自身からの経験で言うと、もうとにかくひたすら歩く。そして走る。そしてヨガをする。いろんな、なんか恋愛以外の行動にね、自分の動きを振り向けていく。やっぱそれが一番早いかなっていう気はしますね。で、何か他のことをやっているうちに、また新たなね、物語が見つかったりして、新たな出会いとか、あるので、もうどんどん次に行くしかないですよね、これはね。人生長いですから、本当に。80歳とか90歳、100歳、何歳まで生きるのか、200歳、300歳、400歳。そうなった時にさ、もうあと何回結婚するんだ、何回恋愛するんだっていう、何回出会いと別れを繰り返すんだっていう、もうそういう歌になってきますけども。なので、もうとにかくね、歩きまくると。で、最初の頃はやっぱりその悲しさとかね、やっぱあると思うよ。でもそれを悪い方向で、酒とか、そういうね、タバコとかで紛らわすことはしない方がいいです。やっぱりこう、記憶がこう深く刻まれすぎちゃうんでね。なので、そういうことを、体を痛めつけることはせずに、逆に体が、将来的にいい方向に振り向けていく。やっぱりそれは体を動かすってことだし、運動するってことだし、血流を上げていくってことです。はい。いい食事をね、美味しいものを食べながら、辛いと思いますけど、乗り越えていきましょう。20代のうちに身につけるべきたった一つのことで、何キロくらい走ってますかってことで、これ大体僕は5キロですね。これ何度も話してはいるんですけど、大体5キロぐらいです。で、3日に1回ぐらいのペースですね、今は。で、時期によっては結構10キロとか、多めに走ってる時もあるし、3キロとか少なくなる時もあったんですけども、最近はもう5キロぐらいに落ち着いてますね。これが自分にとっては一番心地がいいかなっていう感じで、はい、5キロです。で、この動画は結構、なんか20代からっていうふうに、ちょっと便宜的にそういうタイトルにしたんですけど、皆さんやっぱ40代とか50代とかからでもランニング始めて、本当に良かったっていうコメントをね、いただいてますね。いや、本当に勇気づけられることで、僕自身もだからこれからまたね、10年、20年、ゆっくり、走っていけるなってことをね、本当に確信しました。夜勤で月22日間勤務しながら、3、4日に1回30キロ走るものです。すごいね。毎年フルマラソンに出場し、サブ3を狙っています。自分を追い込みすぎてたまに全て投げ出したくなり、その度に物理的なものを手放していたら、部屋に何もなくなりました。すごいっすわ、これは。30キロ、3日から4日に。で、サブ3っていうものすごいっすよね。これかなり速いペースですよね。結構プロフェッショナルなランナーじゃないですか、これは。しかも、夜勤で月に22日間勤務しながら、これはもう、尋常じゃないですね。自分もささやかながらのランナーですけど、このきつさは多分わかると思います。でもそれが自分のもう習慣になっているってことなんでしょうね。完全に。部屋に何もなくなったっていうのが、これだから走りすぎてなくなってるのか、面白いですよね、なんかね。なぜなくしたのかね。走ってるうちにやっぱりこう不要なものっていうか、いろんなこう思考がやっぱりこうできるので、結構ね、いろんなこう結論とか出たりとか、なんか見えたりするんですよね。自分もよくあることで。なんか走っているとなんかもやもやっと頭の中にあったものが具現化されて、その結果なんかこう手放すみたいなことは起きるかもしれないですね。迷ってるものとかさ、例えばさ、これなんか捨てるかどうか迷ってるなって時に、なんか迷ってそこでなんか行き詰まった時は、違うことやるんですよね。で、それが多分走ることであるし、
そうなると、それが終わった後になんかその、もやってしてたものが、繋がってくる瞬間があるんですよ。だから、なんかこう考え詰まった時とかもものすごくおすすめですね、これね。ありがとうございます、コメント。あと2年で20代に入るので肝に銘じておきますってことで、はい、同じ動画でね、コメントいただいてます。珍しいですね、結構。18歳ってことか。いいな、無限大の、これから20代に入る。うん、でもなぜ僕のチャンネルを見てくれてるのか、結構気になりますね。なんかアナリティクスでは割と僕と同世代とかちょっと上の方が多いんですよね。だから意外と10代とか20代って少ないんですけど、レアですね、多分ね。嬉しいです、本当に。50代は貯金ですねっていうね。貯金で、まあ、筋力を貯めるっていう貯金の方。これもね、わかりますね。うん。やっぱ筋トレっていうのが結構大事っていう話もありますよね、やっぱね。持久力も大事だけど、筋トレっていう。まあ、両方やった方が本当はいいんでしょうけど、作用するものとかが違うので、筋力をやっぱつけておくと若く見えるっていうのは、これは本当にこれもあると思います。ランニングよりかは、ランニングっていうどちらかというとその持久系で、心肺機能、中身は結構整う感じはするし、でも筋トレっていうのはやっぱホルモンとかいろんなものがね、また出てくるんで、成長ホルモンとかが。だから確かにあと張り感とかね、肌の。やっぱり若返りの効果がね、高いってよく言われますよね。アンチエイジングのね。同居人がマキシマリストだった場合の対処法で。マキシマリストと暮らして25年。見ざる聞かざる言わざるでお互い過ごしています。ただ収納場所を空にするとすぐそこに入れてくるので、空にしないように気をつけています。ストレスですっていう。なおさん。いや、すごいじゃないですか。25年ね。25年もいればもう空気みたいなもんでしょう。うん。でもなんか、それでもやっぱり一緒にね、過ごせてるっていうのは素晴らしい、素敵なことだなと思いますね、本当に。うん。でもこの収納場所を開けるとそこにすぐ入れてくるってなんか動物みたいだよね。なんかね、そういう動物いますよね。なんかね、隙間があったら中にね、入ってくるみたいな。だからそれを空にしないように気をつけるっていう。まあ、本人たちはかなり大変なんでしょうけど、まあこのコメントが結構ユーモラスですし、なんか外からそれを想像してみると、すごいなんか和気あいあいとして楽しそうだなって僕の中では思うんですけど。東京に来るって畑に帰った男の話で、ミニマルに時丸を応援してるよって。いや、そこはマキシマムに応援してくれよ。はい。ありがとうございます、コメント。うん。面白いね。応援までミニマルになっちゃってるっていうね。うん。ミニマリストのワードローブ紹介で参考になりました。1点お聞きしたいです。もしよろしければ山に行く際、色に関してはどうお考えでしょうか？蜂や夏場の激しい日射に対する黒という色についてのお考えをお聞きしてみたいです。はい。で、まあよくね、蜂が寄ってくるとか、熊が寄ってくるとか、まあ黒は狙われやすいとかって言いますけど、まあ、僕はそんな気にしてないですね。はい。で、まあこれまで襲われたこともないですし、で、ただね、なんかもっと危険なのは、多分遭難した時に見つかりにくいとかっていうことなんですよ。多分どちらかといえば、黒は。うん。だからアウトドア製品って割と激しい、原色系のカラーが多かったりするんですけど、で、自分は黒だけじゃなくて、この間のワードローブ紹介には入ってないんですけど、フーディニとかはだから、ちょっとグレーっぽい、白っぽいものを選んだりしてます。はい。で、あとバックパックですね。バックパックは、登山に行くときは、だいたい白いね、バックパック使うので、まあ、その辺で明るさを保ってる感じですね。で、あと温度ですね。やっぱ夏場っていうのは結構日差しで暑くなるんですよ。確かに、黒は。で、反射率がやっぱり低いので、熱を吸収しやすいってことはあります。ただね、紫外線に関しては、実は白よりも黒の方が紫外線を防ぐっていう風に言われていたりとかするし、で、そもそも素材がですね、ウールだったり、まあ、ウールとテクニカルな、化繊のミックスみたいなものになってるので、なんかそんなにね、行動してる間はもう T シャツ1枚で、うん、自分の体感としてはまあそんなに変わんないかなっていうのと、まああと、状況、森の中とか、割と木陰があるようなところをなるべく歩いたりとか、うん、そんな感じでやってます。で、もう暑い時はもう本当に、どちらにせよ暑いんで、うん、明るい色とかね、白い色着てても暑いんでね、その辺はもう割り切ってね、
普段使いとのマージで考えていますね。コスメティックの動画で、コスタをこすっていることに何人気づくかって。いや、気づいていただき、本当にありがとうございます。そう、コスメティック田中さんってね、私が好きなっていうか、同じ田中だから、もう勝手に、シンパシー抱いてるんですけど。でもなんか僕のチャンネルを見てくれてる人は、意外と知らないのかなって思ったんですけど、やっぱりなんか深いですね、世界はね。YouTube のね。近頃ソロキャンプに興味が出てきました。ランタンの使い方も知らぬ初心者ですが、最低限買い揃えた方が良い。あれば便利なものを教えてください。ということで。で、これあれか。衛生用品の、これも同じ動画ですね。でいただいてますね。で、ソロキャンプっていうところで、どの辺をやるかによるんですよね。結構キャンプって言ってもかなり幅広いので、で、僕がやってるのは、もう完全に登山の中での登山泊って感じなんですよね。いわゆる山小屋とかテント場、山の中のテント場に入っていくっていう。だから基本的に自分が持ち歩けるものだけで行くっていう風なスタイルなんで、ただいわゆる巷で言われるソロキャンプっていうのは、車とかバイクとか持ってて、で、それに自分のソロ用の荷物を全部積んでやるっていうスタイルのソロキャンプが多分一般的だと思うので、おそらくそっちを指してるのかなとは思うんですけど、で、そうなった時に僕はそっち側のキャンプをそんなにやらないので、好きな友達はいて、友達と一緒に行くことはあるんですけど、基本的に自分がやってるのは山のキャンプなので、なかなかね、最低限どれをっていうのが言えないんですよね。ちょっと申し訳ないですけど、これは。ちょっと答えづらいというか、最低限、全部必要っていうか、最低限のものしか持っていかないって感じなので、テントとシュラフとスリーピングパッドと、で、あとはキッチンツールっていう感じになるんですけど、なんかね、ちょっとね、質問の幅が広いっていうのもあるし、なかなかこれは答えづらいですね。はい。なので、ちょっとね、僕よりも、ちょっとキャンプ系の人たちとかの方が、ソロキャンプ、ヒロシさんですよね、ヒロシさん、いわゆる。ヒロシさんみたいなのを一般的に多分ソロキャンプっていうと思うので、ああいうね、ヒロシさんの動画をちょっと参考にされるといいんじゃないかなっていう感じをしますね。YouTube の CM にストレスを感じています。心の余裕がないのでしょうか？多幸感を高めれば解決しますかっていうことでいただいてます。これね、私もです。はい。私もストレス感じます、非常に。で、自分の動画も広告入ってると思うんですけど、これは勝手に入るやつなので、僕が意図的に入れてるわけではないんですよ。なのでそこだけちょっとね、申し訳ないんですけども、これ多分心の余裕がないとかではなくて、もう広告っていうもの自体が全てがそういう風なストレスの源になるように作られてるんですよね。なぜなら気を引かなきゃいけない、アテンションを引かなきゃいけないって、それによって商品を売るっていうことにつながるわけですから、なんて言うんだろう、アドレナリンが出るっていうか、なんかそういう風に、注目するようにどうしても仕掛けられているので、これYouTube での解決方法はプレミアムに入るっていうことぐらいしか多分ないですね。多分いろんな、ほとんどの動画に入ると思うので、これはある一定の時間を超えると入っちゃうんですよ。動画の尺がね、決まっていて。多幸感を含めても、なかなか解決しないと思います。作ってる人たちはもうプロフェッショナルなんで、その人の注意をいかに引くかみたいなことの、もうプロなので、人たちは。だから、なかなか難しいし、ストレスでしかないっていう。で、僕が好きなアメリカのね、ジョシュア・フィールズ・ミルバーンとライアン・ニコデマスのザ・ミニマリズムのチャンネルではよく、アドバータイズメント is suck みたいな、アドバータイズメント suck って、広告なんてクソくらいだみたいな話を最初に言ってから話し始めるほど、それほど嫌っている。だからミニマリストっていうのは基本的に広告を嫌うものなのかなっていう感じはしますね。だから多幸感を高めれば解決するというよりかは、どちらかというと、広告とかそういう煩わしいものを減らすことによって多幸感が高まるっていうふうに考えた方がいいかもしれないです。はい。なので、いかにそこからね、逃れていくか。それはスマホから離れるとか、あとは YouTube プレミアムに入るとか、そういうことになるかなと思いますね。離婚した元夫の母親が備蓄まで、断るごとにちゃんと備蓄してる？そんなんじゃ足りないよ。車じゃ逃げられない。自転車用意しておきな。
と言ってきました。心配してくれるのはわかりますが、いつどこで被災するかもわからないし、そんな大量の備蓄を持ち運べるわけでもないし、そんな状況で自転車でスイスイ移動できるわけでもないし、言葉は悪いのですが、そんな都合よく生きれると思っているののんきだなと思ってしまいましたっていうね。まさにそうですよね。これね、ちゃんと備蓄してるって言われて、もう備蓄って言ってくると確かに言いますけど、もう本当にこの人おっしゃってる通りで、もうどこで被災するかわかんないし、持ち運べるわけでもない。そんな持ってても。で、自転車でまずスイスイ移動できるかもわかんないし、自転車が重荷になるかもしれない。だから、本当にその備蓄だけすればいいってわけじゃないんですよね。そこがポイントですね。で、僕もこの動画の中では、結構昔の動画なんですけど、ミニマリストと防災っていうね、この中では、そういうことを伝えてます。だからいかに身軽であることの方が大事だっていう。でも最低限の備蓄は必要っていう、そういう感じです。ワードローブ動画で結構ヒアネスに実際に行って、で、買いましたって言ってくださる方がたくさんいますね。ありがとうございます。今日たまたまヒアネスに来ました。前回のドライウールが良かったので T シャツ2枚目をグレーで購入してきました。動画上がってますねって問い合わせが増えましたとスタッフの方も言ってましたが、来店前にこの動画を見てなくて、先に見てたらスウェットも実物も見れたのかもと残念です。そしてビボウェアにも行きました。徐々にドキマルコーディネートになってます。靴が慣れるまで少し不安ですが、これからの靴の変化が楽しみです。完全にそれともうドキマルコーディネートですね。僕と多分出会ったらもうドッペルゲンガーかなって思いますよね。ドッペルゲンガーだどっちが偽物だって僕が負けるっていうそんな感じ。自分がドキマル田中の偽物になるっていうそういうストーリーですね。はい。すっきりした空間に憧れ、お部屋を断捨離しています。捨てていく過程で名残惜しさ、寂しさ、辛さを感じてしまいます。ですが、捨てた先にどんな世界が広がっているのかを見届けたいと思っています。そうですね。やっぱり最初は結構感じますよね。名残惜しさとか、寂しさとか、辛さとか。でも僕もそうですよ。今でもやっぱり今まで使ってきたものは割と、全部好きというか、大事なものばっかなんで、それを手放すときとか、古くなって壊れて捨てるときなんかは、ちょっと寂しいなって思いありますけど、でもそれでもやっぱ捨てた後に、広がる空間とかで、またね、自分が、また次の活力を持って面白いことをやれるとか、次の活動とか、そういうものに振り向けられるエネルギーを得られるって考えれば、やっぱりどんどん捨てていった方が、新しい世界広がってくるかなと思いますね。5年前までヨガやってました。50型&家族の病気のために辞めてしまいました。再開するにもヨガクラスが平日夜しかなく、時丸さんと同様夜は9時就寝なので、二の足を踏んでいます。家で太陽礼拝から始めようかなってことでね、いただいてます。パンダさん。いいと思いますよ。太陽礼拝だけでも、太陽礼拝から、また始めていきましょうよ。5年前までやってたってことは多分もう体のなんとなくその心地いい感じはわかると思いますから、多分もう一回やるとね、また違った感覚が得られるんじゃないかなと思いますね。やっぱり時期によってさ、若い頃やってた頃とか、本当に1年、2年、3年ぐらいでもその感覚によって自分の同じことをやっても全く違う感覚とかフィードバックが返ってくるから、それにはその自分の成長とか老化とかいろんなものが関係してるんでしょうけど、本当に些細なこと、その日の空気とか、今の気分とかそういうものによってもやることっていうのは同じでも全く違って見えるので、とにかくやってみる、動いてみるってね、結構大事だと思うんですよね、僕はね。そうで、やっぱりクラスってなるとどうしてもハードルが高くなるんで、だから別にね、もうクラスに出なくていいんですよ。僕もこうやって一人でいろいろやってるんで、一緒にね、一緒だと思ってもらえれば、一緒にやってると思ってもらえれば。で、それでまた、ヨガの話した時にお話いただければ、はい。僕も定期的にこういうふうに最近のヨガの練習とか、そういうのも伝えていきますので、はい。ぜひね、太陽礼拝から一緒にやっていきましょう。はい。同じヨガの動画で、ネズミさんクッキーさん、ネズミ的見たい動画、視聴者宅をホワイトボックスにしてみた、暴飲暴食 Vlog、マキシマリスト宅宿泊、街で職質されるも身分証さえ持っていない男が iPhone にデータだけあり見逃してもらった再現 VTR。
皆さんも時丸さんにやってほしい企画コメントしてねっていう、もうファシリテーターみたいになってるやん。うん。ネズミさんクッキー、ファシリテーターみたいになってる。でね、で、それにね、みんなコメントしてるのも面白いんですよ、これ。で、怪獣を最後まで歌ってほしいってね。で、それに対してね、ザ・ファースト時丸面白そうだとか、うん、ネズミさんと時丸田中のコラボとか、うん。で、時丸さんの発言に対して、ネズミさんが全て天才だよって返答する動画っていう、どんな動画やねんっていうね。うん。でも全部ね、面白いですね。うん。これね、こういうのが、ヒントになるんですよ。僕の馬鹿げた動画っていうか、うん。まあ、馬鹿げたっていうか、まあ、全部馬鹿げてるんですけど、その動画のなんかインスピレーションっていうのは結構こういう些細なものから来ていて、で、確かに全部やれそうな気はするんですよね。視聴者タグをホワイトボックスにしてみたってかなりハードル高いよ、そりゃ。でもやったら面白そうじゃないですか。失礼しますで、なんか朝から一日中こうやって、もう全部ホワイトボックスにするっていう。うん。まあ、恐怖ですよね。物を捨てたくない人からしたらものすごい恐怖だけど。で、暴飲暴食はまあ、たまにやるんで、これ取れるチャンスあるでしょう。で、マキシマリスト宅の宿泊も、まあ、これも、まあ、友達のマキシマリストっていうか、まあ、物がむちゃくちゃ多いような人の家に泊まればできるし、あと街で職質されるもう身分証さえっての、これ結構ね、近い経験ありますね。うん、なんか入場するときとかにこう、自分のその身分証を忘れてて、iPhone だけで入ったこととか、なんかそういうことありましたね。過去にね。うん。あと短パン、まあ、ショーツを履いてて、出禁にされたとかね、そういう、なんかちょっといいお店で、自分だけショーツを履いて、ショーツとサンダルみたいな感じで、うん、入ってったら、ダメですっていうふうに言われて、帰ったこととかね、ありますね。うん、全然関係ないけど、その IT 企業のね、若手社長みたいな雰囲気で行ったら、なんかただ返されたっていう、もう情けないミニマリストのストーリーとかね、たくさんありますけどね。いつも面白いコメントをありがとうございます。選択の仕方で、動画のあまりの静けさに久しぶりに通常速度で動画を見ました。コスパ、タイパを超越していますね。デュオリンゴの音声が最近英語学習を始めた自分に刺さりましたってことで、はい。これを、いいコメントですね。このタイパとコスパを超越していると。うん。そうで、デュオリンゴね。まあこれもまあ僕もちまちまとやってるんですけど。ただね、あれもね、広告がうざいね、思ったよりね。昔ずっとアイノーみたいなものをやってて、あの時はまだ最初の頃って全然そういう広告とかなかったんですけど、やっぱりどうしてもああいうアプリケーションの設計になると、もう広告モデルか課金モデルしか多分儲けようがないんでしょうね、企業もね。で、あれはまあ世界中で使われてるアプリなので、まあよりそういうところが強力で、なんか面白くないっていうか、なんか普通に自分が好きななんか情報とか文献を英語で読んでるくらいでいいかなって感じがしていますね、最近。うん。かといってなんかその英語の学習に、あれになんかその毎月課金するのもなっていうのもあるし、うん、ただまあ、やってますよ。地道にね、今でも。洋服や靴、持ち物などの色にこだわりはありますかってことで、色はですね、まあ、なるべく全体的な統一感が出るような感じにしています。で、なんかミニマリストだから黒っていう感じではなくて、まあ結局黒になってしまうっていうような感じですかね。うん。去年なんかはね、太郎東京さんのスウェットとかグレーとか着てましたけど、まあたまに僕も夏場は、白い T シャツとか着る時もあったりするんですけど、なんか最近は結構気分的に、うん、今年の気分はなんかちょっと黒っぽいかなっていう感じで、うん、なんとなくその時の自分の気持ちっていうか、うん、そういうもので選んだりしています。なるべく決めずにね。なんか自分はこの色が似合うとか、うん、こういうシルエットが似合うみたいなのってなんとなくもう、ずっとね、そういう服とか選んできてるんであるんですけど、ただそれをあんまり気にしすぎると、なんか新しい方向性に出会えなくなるんで、そこはあまり自分で縛りすぎずに、うん、その時の着たいものを着るっていうのかな。うん、その時着たい色とか着たいものを選ぶようにしています。選択の仕方で、エスパニョールで多分これ、スペイン語でいただいてるんですけど、僕ちょっと発音できないんですけど、日本語に訳すと、これは行動強化剤ですっていうコメントいただいてます。ありがとうございます。いわゆる、カンフル剤みたいな感じね。
自分のね、なんか、ちょっとチャップリン的なイメージなんですけど、いわゆる無声映画っていうのかな。音がないっていうか声がない。何も喋らない無声映画みたいなものを自分の中ではイメージしてるんですけど、人によってね、いろんな捉え方がね、あってね、面白いなと思いますね。なぜミニマリストは服をわざわざワードローブと呼ぶのかをテーマに語ってほしい。シンプルに気になる。普段服を指すときに選ばない言葉なのでっていうね。はい。これもコメントでね、これリプライでファッション業界では一般的ですよっていうことを書いてくださってるんですけど、確かにそうなんですけど、ワードローブってもともとフランス語なんですよね、語源が。これ調べると。で、ガードローブとかガードローブみたいな、ガードローベかわかんないですけど、そういうフランス語があって、建築でアルコーブってあると思うんですけど、なんかそういう風な、壁のくぼみみたいな感じで、そこに服を守るっていうのかな。そういう意味があるんですよね。で、それからクローゼットに転じて、自分の洋服のコレクションみたいな感じで、呼ばれるようになりました。だからこれは、僕がミニマリストだからって呼んでるわけではなくて、普通にワードローブっていうのは、英語でも全然普通に使われる言葉なので、で、なんかシンプルでわかりやすいかなって思ってるから使ってるって感じです。カプセルコレクションとか、そういう呼び方もあるんですけど、自分のその服のワンセットっていう風なイメージを一番伝えやすいのがワードローブっていう。ワードローブコレクションみたいな、洋服って感じで使ってますね。ライフスタイルのあらゆるシーンに対応する服選びの考え方とても参考になります。時丸さんは服や物を選ぶとき、どこからの情報を元に選んでおられますか？ネット上の情報あるいは友人からの口コミなんかもあるのでしょうか？直接お店に行かれて商品を確かめることはありますか？どうやって選びの情報を集めておられるのか教えていただけたら嬉しいです。これなんか昔も一回答えたかな？結構前なんですけど。その時によって違うっていうのが答えです。いろんな情報を複合的に扱って、その中から選んでるんで、もちろんここに書いてくれてるの全部ありますね。ネット上の情報もあるし、人からの口コミ、おすすめっていうのもあるし、直接店に行って選ぶこともあるし、もう全部あり得るってことです。はい。で、いろんな、インスピレーションを受けていて、で、それは実際の登山家とか、実際に僕よりもガンガン登ってる人から受けることもあるし、もっと変哲な、なんかミュージシャンとか、アーティストとかから受けることもあるし、あとはカメラマンとかフォトグラファーとかアーティストですね。自分がもともとずっと写真やってたので、その海外の著名なフォトグラファーのスタイルとか、あとは実際にそのコレクションとかも、ファッション系の撮影をしてたので、そういうふうな、いわゆるデザイナーですね。ファッションデザイナーの作る服とか、ファッションデザイナー自身が着ている服みたいなものからインスピレーションを得たりとか、それでコーディネートだったり、配色だったりとか、素材とかだったりとか、で、今年こういう感じが来てるなみたいなのを把握しておいて、そういう情報がここにあったりとかして、で、なんかそれでちょっとアウトドア系の用品店に行った時に、なんかそれが出てきて、それを手に取ってみたいなのもあるし、いや、まちまちですね。だから結構自分でもどういう風に選んでるかっていうのを説明するのはなかなか難しいんですけど、とにかくいろんなインスピレーションを得ています。ただやっぱりその人からっていうのは結構ありますね。なんか、やっぱりその自分の友人とか本当に知ってる人が使っているものっていうのは、なんとなくもうそこでエビデンスっていうのかな、なんか、いいんだろうなっていうか、だからそういうとこからね、選ぶようにしたりしてますね。あと単純におすすめされたりとかね、もちろん知り合いにですよ。知り合いに、とか先輩とかに、これいいよみたいな感じで、聞いたものを自分で実際に触ってみるとか、そういうことをやったりしてますね。これ面白かったんですけど、ヒアネスかっこいいですね。気になって調べたら、スペルミスでヘルメスのサイトに飛んじゃってましたって。これね、ありますよね、多分ね。ヒアネスっていう単語をちょっと打ち間違えて、ヘルメスのサイトに飛ぶっていうのは、なんとなくわかります。なんか似てますもんね、結構ね。でもエルメスくらいのクオリティでヒアネスは作ってるかもしれないんで、これ本当に。ヒアネスの T シャツいいっすね。真夏において汗じみは目立つでしょうかっていうコメントいただいてるんですけど、汗じみ多分目立たないですね。色が黒だし、その半分ぐらいウール素材入ってるんで、なんていうか、なんか汗で染みてる感じがそんな浮き出ないんですよ。だからそれも結構好きですね。ただやっぱ触るとむちゃくちゃ濡れてるみたいなことはあるんですけど、シミは自分が使っている黒に関して言えばほとんど目立たない
です。それは結構いいポイントかなと思います。やっぱり黒のスウェットはヒアネスでしたか？ぜひNUジャケットの NU ジャケットの使用後のレビュー見たいですってね、いただいてます。ありがとうございます。これね、ちょっとね、しばらく経ってからね、実際にレビューしてみようかなと思いますね。この声いただいたんで、確かになんかジャケットとして1枚でもう少し詳しくね、僕もまだガンガン今使ってる最中なんですけど、またいろいろ見えてくるものがあると思うんで、またね、ちょっと個別でレビューしてみたいと思いますので、お楽しみに。エミリーにならぬ時に、聞き流しながら寝ようと思ってたのに、スタートの挨拶で爆笑して寝れなくなりましたって。すいませんね。睡眠を妨害してしまって。はい。いろんな変な挨拶してるから、確かにその最初の衝撃でね、睡眠を妨げるってことをやってるかもしれません。申し訳ないです。洗濯の動画でね、またこれいろいろいただいてるんですけど、みんなね、気が狂ったのとかって言ってる中で、彼は今日も元気ですっていう。これ面白い。そうね。ただ自分が生存確認っていうか、元気であることをただ伝えるだけの動画かよっていうね。だってこれもいいね。頼むから歌詞調べて。いや、本当にそう。歌詞調べて、本当に。誰これ。歌詞調べてよ、いい加減に。サカナクションに失礼でしょ、これね。本当に。これも面白かった。犬と見てたら突然歌い出した時丸さんに反応したって。で、そう、これ可愛いね。犬のアイコンなんですよ。でも確かになんか動物、静かな映像の中で急に歌い出したらこうなるよね。多分ね。その感じがちょっと想像できて、ものすごく面白かったですね。バカと天才は紙一重という言葉が似合いすぎる動画でしたって。ね。これ、あれね。でも、どっちでもバカなんでしょうね、これね。なんか、紙一重だけど、かなりバカ寄りに近いっていうか。かなりバカ寄りに近い。間違いない、これを。これもね、すごいね、深いなと思ったのが、これは時計仕掛けのオレンジワールドだっていう。キューブリックね。僕も大好きですよ。結構影響を受けてるかもしれないです。キューブリックの映画結構見てきたんで、時計仕掛けのオレンジとか今でもまだたまに見たくなりますもんね、あれね。全然色褪せないというか、やっぱデザイン的にも美しいし、やっぱ絵的に美しいんですよね、ストーリーを追うっていうよりかワンシーン、ワンショットで結構いろんなヒントが隠されてるような気がするし、それをまたどうせパロディに使うんだろうって話なんですけど、次のおすすめ動画が怪獣でしたっていうね。これもいいね。喋ってないのに動きがうるさい動画っていうね。確かに、喋る動画よりもうるさく思える、あれは。笑っていたら鍋焦がしましたっていう、これ、料理中だったのかな。あと、これもね、いいね。やっぱりいいセンスですね。人類にはまだ早すぎた動画。最高の褒め言葉ですね、これね。最近動画作成に勢いがありますね。隙間時間でやることの積み重ねが将来大きな差になると、母から口酸っぱく言われていたのを思い出しました。私も時丸氏を見習い英語学習を再開します。と言いつつ、隙間時間があるからとあれこれやることを増やしすぎるのはミニマリストの考えに反しているような気がしてきました。時丸氏の隙間時間に対するお考えをお聞かせいただきたいですってことで。いい質問ですね。そう、隙間時間ってよく言いますけど、僕はその隙間時間ってあんま実際やってなくて、移動中の本読みとかくらいかな。で、その隙間をないようにっていうのか、隙間時間はもう休むようにしてますね。だから確かにこのミニマリストの考えに反してるっていうのはあるかもしれないですね。詰め込みすぎると、結局マルチタスクみたいになって、全てが細切れにあって中途半端になってってなるので、これやるって決めたらもうそれだけやって、で、休憩して、休憩時はもう何もしない。みたいな方が。動画では、わざとっていうか、構成的にね、ああいう感じにいろいろやってますけど、実際は何もやってないです。選択しながら、普通に動画編集したりとか、集中して何か一つのことをやってますね。食事するなら食事してみたいな感じで。そう、だからやっぱり集中をそがれないっていうか、何か一つのことをやっぱりちゃんとやってから次に動くみたいな。でも結局マルチタスクっていうのは、マルチタスクって言いながらもシングルっていう話もありますよね。これはだから、本当に右手で何かやりながらこっちでまた違うことやるっていうのが本当のマルチタスクなんだけど、それってできる人ってほとんどいないんですよ。結局、
本読むなら本読むってのをやって、で、それをちょっと終えたら英語の学習してみたいな。だから、まあ結局はそのシングルになってるんだけど、その集中して投下する時間が少なくて細切れ状態になってるってだけなんで、だからその1個をストレッチして、ちゃんとね1時間とか、で30分休憩してもうこれ1時間とかってやった方が本当はいいってことです。ただまあその仕事やってる人とかね、会社員やってて1日8時間とか拘束されてるともう何もやる時間ないんで、やっぱりその隙間でやっていくしかないってことになるとは思うんですけど、それをやらないために僕はだから仕事を減らして、ミニマリズム、物を減らして、自分の時間を作っていくっていう風な、そういう考え方ですね。時丸田中 The Movie 冒頭の6分間が公開されました。これもいいですね。時丸田中 The Movie 時丸田中 The Movies どういう映画だっていう、選択から始まるっていうね。いや、こういうのがでも意外と大事で、この選択から始まるもので、あと残り1時間40分、1時間50分の尺をどういう風な物語にしていくのかっていう考えることが、次のなんか動画作成のヒントになったりするんですよね。あとそのエンディングを考えてみるとかね。これが冒頭だったらエンディングの10分はどんな感じなんだとかね。それによってなんか新しいのが生まれてくるんで。ちょっと前の動画で、財布と決済のミニマル化で、ちなみにですが、PayPay の決済音は設定でかなり小さくできますよ。無音にはできないのが憎いってね、いただいてます。ありがとうございます。これね、実際僕も試してみてできましたね、小さくね。多分割と最近じゃないですか、このアップデートが搭載されたのって。最初の頃は、その音量って変えれなかったですよね、おそらく。で、僕も割とその初期の頃から一番最初から PayPay 使ってるんですけど、多分最初は絶対これなかったはずなんですよ。でもいつからこの音量が調整できるのかがついたのかわかんなくて、で、今までね、かなり大きなままで PayPay ってやってたんで、これはね、嬉しかったですね。だからもし、PayPay の音うるさいなって思ってる人は実際に、設定でボリューム調整できるので、やってみてください。はい。教えてくれてありがとうございます。サムネのサバコーヒーを見てフランスのと思っちゃいました。サバはサバでもサバちゃんでしたね。魚臭いコーヒーはあまり美味しそうではないですが、スープマグ一つだけ追加した方が良いかもですね。味噌汁、ご飯、ラーメン何でもいけますよってね。黒猫カラスさん書いてくださってるんですけど、追加するわけないじゃないですか。私エクストリームですよ。だから1個でやってるんで。で、しかも味噌汁、ラーメン、ご飯、今んとこ全部いけるんで。400FD だけでね。追加したらもうそれでもう美学が台無しだし、もういろいろなんていうんだろう、山での使用とか、防災用品とか家での生活とかを全部、マージさせるっていうね、ところをトライして、それをもうね、1年3ヶ月ぐらいか。その前は530っていうね、もう一回り大きな鍋みたいな感じだったんですけど、それをね、400FD にしてからの、エクストリームスタイルなんで、追加はするわけがない。貯金節約系チャンネルのガマ口夫妻が時丸さんのチャンネル紹介してましたよってね、教えてくださったんですけどね。僕もちょっと見に行ったら、なんかミニマリストのことに触れてて、まあでも僕のチャンネル紹介したっていうよりか、なんかちょっとだけチャンネルのちょっとスクショみたいなのを出してくださってましたね、これね。ありがたいことです。ありがとうございます。時丸さんに憧れて春から夢だった極限生活にチャレンジしてるんですが、クッカーが小さすぎて料理が難しく絶賛苦戦中です。そんな中でも生活できている時丸さんには常々感心しています。ということで。はい。これそう、だから、やっぱ道具の選び方っていうのは結構難しくて、で、その食事量とかを全部自分に最適化した中で選んでるので、これ自分の道具が誰にしも合うっていうわけではないんですよね。これ逆もしかりで。だから誰かが使っている道具が全部自分に合うわけではないっていうことです。で、僕は自分のこの身長、体重、そして食生活で作るものっていうものがあるから 400FD でできてるわけで、あれで多分スパゲッティを家で作りたいとか、なんかいろいろなんか料理したいとか、なんかね、サムゲタンやりたいとか、煮込みやりたいとか、なんかそういう風に思ってる人は多分無理ですよ。いや、僕は、味噌汁しか作らないんで、これ結構何度も言ってますけど、基本的にもう味噌汁なんですよ。でもそれが味噌汁と呼べるかわからないような味噌汁みたいなものを作るし、結構変化系。で、もちろん、パスタとかもできなくはないし、実際は山でね、食べたいとかやったりとか、あと、ラーメンとか、乾麺のね、やつやったりとかはするんですけど、でもね、基本が、
もうね、同じものばっか食べてるんですよ。もう基本はもう同じものしか食べてないって感じ。そう、だからできるんですよね。うん。で、それに全然飽きないし、それがね、自分に最高の体調をもたらしているっていう、うん。それとそのヨガとの組み合わせとランニングの組み合わせみたいな、その全部繋がってるんですよね。なんか食事だけを最適化してもダメで、その食事と生活と自分の運動量。で、それは自分でそのカロリーを実際1日の消費量とかを計算して、それに自分の食事がちゃんと足りてるか、その食事でちゃんと痩せないような構成になってるかとか、うん。で、栄養バランスもちゃんと見て、で、できればその血液検査をやってもらって、足りない栄養素がないかっていうのをちゃんと調べた方がいいですね。病院でね。そこまでやってからの、うん、極限生活っていう感じです。はい。かなりハードルは高いと思いますけど、でも真似をするところから始まるところもあるんで、できそうなところは取り入れながら、挑戦。もう常にチャレンジしていくっていう。うん、結構だからストイックなところありますよね。まあ、何やってんだって思う時ありますけど、自分でも。うん。だからいろいろ道具を持ってたりとか、調理道具とか鍋とかを持ってる家に行くとむちゃくちゃ楽しいんですよね。なんか、こんなフライパン素晴らしいなっていうか、こんなに自由度があるんだ。うわ、目玉焼き焼けるじゃんみたいな。うわ、目玉焼き2つ焼けるじゃんとか、なんかそういうのがものすごく素晴らしく感じるし、でもそれをやってた時代っていうか、もうあるので、その良さは知ってるから、でもなんか今はっていう感じなんですよね。だから今後もしかしたらね、増減するかもしれないし、調理道具充実させる可能性もあるかもしれないんですけど、トッキーがヨガの先生になったら生徒になりたいですって書いてくださってる。これ友達かなこれ。もしかしたらこれ知り合いかもしれないですね。僕のことトッキーって呼ぶ人って、あれなんですよね。あんまり、結構リアルな友達とかで多分呼ぶ人いるんですけど、もしかしたら本当のリアルな友達かもしれない、これ。で、ヨガの先生は実はもう一昨日RYT の資格取ってるんで、実際もう教えられるんですよ。うん、教えられるんですけどね。で、まあオープンにはしてないんですけど、本当に狭い範囲で、教えたりとか、あとちょっと旅っていうかちょっと、どっかに行った時に、ちょっとした自分のワークショップやるとかみたいなことは、ちょっとずつやり始めてるんですけどね。なんかオンラインとかでも良ければね、もしね、興味がある人がいたら、増えてきたら、なんかちょっとそういうこともやりたいなと思ってますね。コメントありがとうございます。早起きなんてやってられるかの動画で、早く寝ることの方ができません。どうしたらいいですか？ベッドで暗くして目をつぶって2時間から3時間しないと寝れません。ね。で、まあこれは人の体質とかにもよるんですけど、まあ日中動き回る、運動量をかなり上げる、そして太陽を浴びて、セロトニン、そしてメラトニンの生成をするっていうのが大事です。はい。だからもうとにかく、まあそれができてからですね。うん。で、それをやっても寝れないって時は、何かまた他の要因とか問題があると思うので、まあ例えばカフェインだったりとか、なんかストレスだったりとか、だから、まああとそのショートスリーパーっていうかまあ寝なくてもね大丈夫な人もいるのでね、睡眠時間そもそも少ないっていう人も体質的にいるとは思うんですけど、まずはやっぱり運動と太陽を浴びるってこと、で早起きするってこと。うん。そこからリズムを整えていくしかないですね。まあもともと哺乳類なので、割とそういう太陽を浴びて、暗くなったら寝るっていうリズムが備わっているので、それを取り戻すことができれば、大体はね、早寝早起きになっていくとは思うんですけど、それはもう太陽が自然と朝になったら昇るからっていうね、ところなんですけど、なのでその状況に合わせてね、ちょっとね、試してみてはいかがでしょうか。韓国からのチャンネル登録者なんです。よく見てます。僕もミニマリストになりたいとずっと思ってますんで、物を買わないようにしてますよ。なので、物を買おうとしたら長く使えるものを買いますっていう。ありがとうございます。韓国から。ね、やっぱり長く使えるものを買うっていうのは、これはだから、いいと思いますね。それによって、まあ、捨てないってことにもなるし、やっぱり簡単に買えるからとか、簡単に捨てられるからこそ、どんどん物が消費として増えていくわけであって、で、それを今度捨てられないっていう感じのループに入っていくわけであって、やっぱり長く使えるものをね、選ぶっていうのは、まず選ぶ時点で慎重になりますし、で、買ってからも長く使えるので、まあそれによって飽きるっていうこともあるとは思うんですけど、ただその物の良さを再発見したりとか、で、そもそも長く使えるものであれば、壊れないので、ね、壊れない限りはずっと使っていられるっていう風な状態になるので、お金も出ていかない。出費も少なくなるっていうことで、やっぱりいいことしかないんですよね。まあ極端にべらぼうに高くなければ、ある程度いいものを買っといた方が、
長く使えるっていうのはあるので、そこは結構、ミニマリズムの、ミニマリズムのね、取り入れやすい部分でもあるのかなと思いますね。どうしても捨てることにフォーカスされがちなんですけど、そのものを選ぶっていうところにもミニマリズムの理論が適用できると思ってます。アパートの鍵の管理方法はどうしてますか？アパートの鍵はね、もうこの、なんつうんだろう。僕が使ってるこの5ポケットパンツのこのループがあるんですけど、キーループが、そこにくくりつけてます、ずっと。服にくくりつけて、常時携帯してるって感じ。で、なんかね、昔落としたことがあるんですよ。ポケットの中に普通に入れてて、それをどっかお店で落として、幸い見つかったんですけど、なんかそれがあってから、なんか、なくすの嫌だなと思って、もう同じとこに固定でつけるようにしてますね。新入生の皆様へのコメントなんですけど、全く動画とは関係ないですけど、学長教えてください。サムネは何のアプリを使って作成してますかってことで、サムネはね、普通にその動画からの切り出しです。だから別に特別にアプリ使ってなくて、編集の延長で、ファイナルカットですね。ファイナルカットという編集アプリ使ってるんですけど、それでそのまま作ってます。はい。大体ね。たまになんかライトルームとか入れる時もあるけど、フォトショップとか。でもほとんどもう、ライトルームじゃない、ファイナルカットだけで完結するようにしてますね。学長、ネスカフェ学園祭などもあるのでしょうかって。ネスカフェ学園祭。どんな学園祭だ。あるだろうね、これはでもね。出店がね、20件ぐらい並んでるんだけど、全部ネスカフェしか出さないっていうね。そういう。やだな、なんか、たこ焼きとかなんかそういうちょっと、なんかいろいろ食べたいな。でもどこ行ってもそのネスカフェしか出さない。ミニマルなのかもう何なのか分かんなくなってくるね、もうね。そうなってくると。いや、これもすごいな。動画ありがとうございます。先月末まで私の YouTube の登録チャンネルは、時丸さんと中田敦彦の YouTube 大学の2つのみでしたが、時丸さんの動画ばかり見ているので、4月1日から中田さんのチャンネル登録を解除しました。また動画楽しみにしていますっていう。いや、規模違いすぎるやろ、これ。で、しかもその中田さんの方を解除してますからね。これ大丈夫かな、本当に。でもそのチャンネル登録数を少なくしてるっていうのは、いいですね。ミニマルでね。僕はね、結構時期によって増減して、全く登録してない時期とかもあったりするんですけど、最近ね、結構また増えてきてるんで、またね、ちょっと自分の中で、見るものをね、ちゃんと精査していきたいなと思ってますね。チャンネル登録してる動画が、やっぱり自分の中で、消化できなくなってきたら、それはちょっと多すぎるなっていうことになると思うんで、自分がこのね、喋りすぎて、皆さんに、ね、もう見れないみたいな迷惑をかけてるとは思うんですけど。ちょっとね、だいぶ長くなってきてるので、もうそろそろちょっと終わりたいと思います。ちょっとね、お尻痛くなってきた。夏のコンクリートの上でベアフット履くと暑いか。ものによっては暑いです。ゼロシューズ。僕が使ってるサンダルは、真夏のコンクリートは結構暑いですね。でもそれがなんか気持ちよくて、その熱々の中を長く歩いてって足が熱くなるみたいなことやったりとかしてます。で、ベアフットは割とあるので、薄いと言っても結構、あるので、そんなに肌に来るような暑さは感じないですね。で、ソックスを履いていればなおさら、そこはそんなに感じないと思います。普通のね、スニーカーとかよりは暑いですけどって感じかな。これ笑ったな。時丸さんに習って、昨日台所の壁にバナナを吊って寝ました。朝起きて台所に行くと、バナナの実が全部床に落ちて、皮だけ壁に引っかかっていました。これってバナナあるあるなんでしょうか？とりあえず朝から爆笑をありがとうございます。いや、面白いな、これ。実際に壁にバナナを釣ったっていうのも面白いし、普段釣ってない人がね。で、朝起きて台所に行くと、実だけが落ちて、皮がね、引っかかってたってね。これはだから、結構売れてたバナナだったんでしょうね。で、僕実際に、これ一回だけありますね。僕も過去に。一回だけあります。釣ってて、でも、寝て起きてって感じではなくて、自分が日常で生活してるときに、ポトって落ちてきて、で、それでわってびっくりした。てかバナナにびっくりするみたいなことはあったんですけど、朝起きてってのはね、これなんか、より面白いですよね、これね。で、なんか、リンゴとかだと、あんまりね、面白くないんですよ。これバナナだから面白いってのあって、なんでしょうね、なんかくすぐられるというか、いや、いいコメント。こちらこそ爆笑、笑いをありがとうございます。はい、ちょっとだいぶ長くなってきたので、今日はこれくらいにしときたいと思います。
でも一応ね、3週間分ぐらいかな、皆さんのコメント、ざっと溜まったもの読み上げてきました。またね、月に1回ぐらい、来月ぐらいにやりますので、ぜひコメント書き込んでください。いつもありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。